そもそもどうしてそんなわけのわからないゲームに俺が選ばれたんだ。他の奴らもそうだ。この8人が選ばれた理由は何だ。そして何よりもどうして茜が。茜とは小学校を卒業して以来一度も会っていない。その茜がどうしてこんなところにいる。偶然なんてことはありえない。必ず意味があるはずだ。彼女がここにいる意味が。とにかくこのままじっとしていても仕方がない。動こう。動く？ナンバリングドアを開くつもりですか？ちょっと待ちなさいよ。あのゼロとかってやつの言ったことに従うつもり？違う、そうじゃない。別の道を探しに行こうと言ってるんだ。まだ調べてない場所が残ってるだろ。調べてない場所？まだ調べていない場所か。俺以外のみんなは A デッキを調べてきたんだよな。ああ、焦ってたんで隅々まで完璧にとは言えないかもしれないがな。だったら先に下のフロアから調べてみよう。どこまで行けるか。まずは降りられるところまで降りてみるのがいいと思う。異議なしだ。では行ってみるとしようわ何よこれ、完全に水没しちゃってるじゃないの。おいおい、このままどんどん水かさが上がってきて全員仲良く溺死なんてのはごめんだぞ。いや、今のところその心配はなさそうだよ。ほら、水が流れていない。ということは、どこかでせき止められているんじゃないかな。もしかしたら、あのゼロってやつが遠隔操作か何かで水密扉を閉めたのかもしれない。タイムリミットは9時間。ゼロはそう言っていた。ならば逆に言うと、9時間は持ちこたえるということに。それまでは沈まないっていうのか。あくまでも希望的観測だよ。そうであってくれたらと願ってるのさ。嫌な話だぜ。う。しかしここから先に進めないとなると、我々の動ける範囲は A デッキから C デッキまでということになるな。みたいだな。結論を出す前に残りの C デッキも調べてみようぜ。もしかしたら何か手がかりが見つかるかもしれないだろう。だな。とりあえず目立つのは大階段の正面にある鉄の扉か。2枚とも数字は書かれてないのね。認証装置らしきものもついてないみたい。ダメね、鍵がかかってる。こっちもだ。くそ、どこもかしこも開きやがらねえ。おい、こっちだ。階段の裏手にも1枚あったぞ。ここも開かないか。こうなりゃ、およっさん手伝え。力づくというわけか。やってみよう。てやりゃダメか。ちょっと、いきなり暴れないでよ。びっくりするでしょ。すまん。しかし二人がかりで体当たりしてびくともしないとは相当に頑丈な作りのようだな。バカね、考える前に筋肉頼りなんて。あ？ほら、よく見てみなさいよ。鍵穴？そう、他の扉と違ってここは開く方法が分かってるんだから。鍵ね何か文句でも？え。いや、ただそう簡単に鍵が見つかるのかと思っただけだ。なんだこれ。妙なマークがついてるな。何か意味があるのか？ねえ、こっち後ろの方も見てよ。ん？こっちも扉か。扉っていうかエレベーターだよね。これ横に逆三角形のボタンがついてるし。押してみるか。反応がないな。電気が来てないんですかね。もしくは
このドアの横にあるカードリーダーが関係しているとかかな。ここにも妙なマークがあるな。何なんだろうな、これ。小文字の H の縦棒にマイナスを加えたみたいな記号だが。土星のマークですね。占星術なんかで使われるシンボルみたいなものです。じゃあ、さっきの扉にあったのは。あれは太陽のマークだと思います。星のシンボルは A デッキにもあったよね。そんなもんあったか？記憶にないわね。A デッキか。俺はまだ行ったことがないからな。せっかくだ。もう一度しっかりと調べに行こうじゃないか。ほら、あの階段の両脇に設置された2枚の扉。左側の方にだけ鍵穴がついてるんだけど、そのすぐ上のところに印がついてるの。あ、本当だ。さっきのやつとどことなく似てる。これは地球のマークです。横の棒は赤道、縦の棒は四五線を表しています。あの天井。鉄板か。まるで蓋をするみたいに打ち付けられてるな。おそらく元はドーム型の天窓でもあったのだろう。あそこから出られたらいいのにね。現実を見ろよ。爆薬でも仕掛けない限り、ぶち破ることは不可能だぜ。窓も同じか。どれも鉄板で塞がれてる。つまり、要するに、八方塞がりってことか。正確には3フロアあるから24方塞がりだよ。上下を加えれば26方塞がりだな。いや、やはり24方塞がりだよ。2つの道はまだ残ってるんだからね。数字の書かれた扉。ナンバリングドアか。ねえ、ちょっと待ってよ。さっきも似たようなこと言ったけど、私は反対よ。あのドアを開くなんて馬鹿げてるわ。それこそ犯人のゼロの思う壺じゃない。俺は賛成だ。いつまでもここにいるわけにもいかないしな。そうだな。私も賛成だ。私は絶対に反対よ。とりあえず進んでみるべきなんじゃないの？何が起きるかわからないし、ここに留まるべきよ。そんな時間がどこにあるんだよ。8時間30分後にこの船は海の底へと沈むんだぞ。なあ、ちょっといいか？進むかとどまるかを決める前に、やっておくべきことがあると思うんだ。やっておくべきこと？情報交換だよ。俺たちはまだ、お互いのことを何も分かってない。知りたいんだ。あんたたちが何者なのか、どこの誰で、なんでこんなところにいるのか、気になるだろ？他のみんなだって。私も賛成です。順平くんの言う通りだと思います。順平？ごめんなさい。この人のことです。私たち幼馴染なんです。小学校が同じで。待て聞いてもいないことを勝手にベラベラと喋るんじゃねえ。ゼロはおそらくどこかで俺たちのことを監視してるはずだ。奴に聞かれたらどうする？聞かれたらまずいんですか？まずいに決まってんだろうが。ゼロが俺たちのことを知ってるとは限らない。無作為に適当にターゲットを選んで拉致ってきただけかもしれん。だとすると奴に素性がバレるのは危険だ。家族が脅迫されたり、逆に俺たちの方が脅されることにもなりかねん。家族の誰かを人質に取ったと言ってな。でもせめて名前ぐらいは教えてもらわないと。呼び方がわからないと不便じゃないですか？だったらコードネームで呼び合うことにすればいい。コードネーム？便宜的に仮の名前で呼び合うんだよ。例えば俺だったら、セブンとかな。セブン？なんでセブンなんだ？俺、
俺のバングルナンバーが7番だからだよ。なるほど。確かにそいつは明暗だ。